皆さん、こんにちは。浩平です。今日はもうすぐインドネシアに来てから1年半経つということで、少しずつね、振り返りをしていこうかなと思います。振り返りというのは、何かをしている途中だったり、何かが終わった後に、それについて考え直したり、新しいことを考えたりすること。振り返るっていうのは後ろを向くという意味なので、そのことをやったことに合わせて今までやったことをもう一度話したりとか考えたりすることを振り返りと言います。今日はその振り返りをしていこうかなと思います。で、今日話そうかなと思うのは印象とか、あと文化の違いとか、そういったことについて話せたらいいなと思います。印象なんですけど、印象はあまり変わっていなくて、というのも、私が、今回インドネシアに来たのが1年ちょっと前の5月、去年の5月なんですけど、その時ですでに2回目なんですね。一度日本語パートナーズというもので5年前に半年間スラバヤに住んでいるので、もう印象はあったし、今回来た時もそんなに変わってないなっていうのが正直なところです。5年前来た時もインドネシアの料理はたくさん食べましたし、旅行にもねバリ島とか行ったりもしたので、多少インドネシアについて分かっているつもりではいたので、今回来て今1年半もうすぐ経ちますけど、そんなに変わってないかなっていうのが正直な感想です。ただ3月に一度日本に帰っているので、日本とインドネシアのやっぱ感じることの違いというのは結構大きいですね。交通手段が全然違ったりとか、あと、お店の時の過ごし方とかね、そういったものはかなり違うので、1年インドネシアに住んで、インドネシアの文化とか過ごし方に慣れた後に一度日本に帰った時は、ちょっとしたなんて言うんだろう、逆カルチャーショックみたいな。インドネシアに慣れすぎていて、日本に帰った時にちょっと大変だったっていうのはありますね。例えば、レストランとか、レストランは大丈夫かな。カフェに行った時とかは、自分で最後、ね、捨てたり戻したりするのが、日本だと結構普通だったりするんですけど、インドネシアはそのまま帰ることが多いんですね。店員さんが全部やってくれるので、そういうところとかで気を抜いていると気づかないうちに間違えたことをしてしまいそうな気はしていて、ちょっと日本でお店とかに行って生活するのが、少しだけ大変だったなというのはあります。そういったところで、細かい違い、文化の違いとかはあるのかなと思いますが、でも印象としては過ごしやすいという印象は最初から今まで変わってないです。インドネシアの人たちもかなり優しいですし、食べ物もね、安いし美味しいし、で日本の食べ物が食べたくなったら日本食スーパーみたいなところもあるし、日本のレストラン、吉野家もあるし、あと日本にあるチェーン店だとマクドナルドとかスターバックスとかあるので、そんなに日本と変わらない生活をしているような気もしますね。で、僕は普段日本語の先生をしているので、月曜日から金曜日は仕事に行く。で、土曜日と日曜日はこういうポッドキャストを撮ったり動画を撮ったりとかをしているんですけど、平日は会社とアパートを行ったり来たりするだけだし、土曜日と日曜日はカフェにこもって一人でパソコン触ってるので、日本にいる時とほとんど変わってないなというのはありますね。だから印象があまり、変わってないのかもしれないです。インドネシア人の友達もいないですし、日本人の友達もね、いますけど、少し離れたところにいるので、そういったことを考えると、日本にいる時よりも人とのコミュニケーションは少ないし、外に行くことも新しい経験ももしかしたら少ないのかもしれないですね。普段の仕事が毎回新しい経験とかなので、そこで十分刺激をもらっているということを考えれば、土日ゆっくりして、平日仕事してっていうのが、
今はすごく落ち着いたスタイルになっているのかなと思います。あと文化の違いと、あと適応できているかどうかなんですけど、文化の違いに関してはやっぱり大きいですよね。日本人は結構せっかちというか几帳面というか、すごく綺麗にしたりとか片付けをしたりとかルールを守ったりみたいな感情がすごく強いんですけど、インドネシアは反対にちょっと大雑把なイメージがあって、時間通りに来ないとかっていうのは普通ですし、でそれに怒ったりもしないし、なんか特段謝ったりとかっていうのもあんまりしないような気がしますね。で、僕はどうなのかというと、僕は大雑把な性格なので、インドネシアの文化に少し慣れたタイミングで日本より過ごしやすいなと思ってます。友達との約束に遅れたりもしますし、だから遅れてくるのも、慣れてるので、自分が遅れていくのも慣れてしまっていますし、なのでそんなにイライラすることがないし、むしろこの大雑把な感じが過ごしやすいなっていうのは1年半経とうとしている今でも同じように感じます。ただなんて言うんですかね、例えば友達ができたりとか、今いないけど恋人ができたりってなった時に生活のリズムとかは合わないだろうなと思います。それはやっぱムスリムの人たちがすることもあるし、インドネシア人の時間の使い方とかもあると思うので、そういったところは話が変わってくるのかなと思いますね。また適用するには時間がかかるのかなと思ったりもします。そういった宗教とか時間の感覚とか、そういったものに関しては今自分自身があまり触れていないところなので、あまり感じていないのかもしれないですね。ただ自分が普段感じている文化の違いとかに関してはすでに適応できているというような印象です。あとは食文化とかですかね、違うのは。食文化に関しては、日本は塩とか醤油とかの味が強かったり、あと素材の味っていうものを大切にしたりとかね、しますけど、インドネシアは、それも反対で、ケチャップとかソースとかも多いし、食べ物は結構揚げたりとか焼いたりとかっていうものが多いし、生で食べることがないので、そこは食文化かなり違うのかなと思います。この間焼き芋の話をしていて、日本人ね、焼き芋に塩をかけて食べるのが好きで、多分日本人みんなそうすると思うんですよ。ちょっと甘い焼き芋に塩をかけて食べるとものすごく美味しいんですけど、会社の人と話をしていたら、なんで甘い焼き芋に塩をかけるんですかってびっくりされて、その時に、やっぱり国の食文化自体に塩を使うっていうものがないから、いろんなものに塩をかけるっていう感覚がない、イメージができないんだなっていうふうには思いました。で反対にインドネシアの人たちは、ケチャップ入れたりとか違うねソース、サンバル入れたりとかもするし、すごく辛いものを入れたりとかもするので、そういうことは日本人はしないですよね。もともとの食べ物の味が変わってしまうことは日本人ってあんまり好まないので、そういうところからも食文化はかなり違うなと思います。で、私はその他の人とご飯を食べている時どうしてるのかというと、サンバルは時々少しだけ入れたりしますが、ケチャップとかは絶対に入れないですね。もともとの味がすでにもう好みの味らしい、濃いと思っているので、それにプラスで味を足そうとか、味を足したら美味しいって思うような感覚はまだないですね。もしかしたら5年、10年インドネシアで生活すれば、そういったものもわかるようになるのかもしれないですが、ただ今のところは、新しいものを入れたりっていうのは全く考えていないです。それくらいですかね、食文化の違いは。で、あとはでも一緒かな。もうナシゴレンとかミーゴレンは焼きそばとかチャーハンとかとほとんど同じですし、米もよく食べるし、果物があったりとか、生のものがないっていうところぐらいが大きく違うところなのかなと思います。普段生活している分には食で困ることは今のところは全くないですね。こういった感じで
印象もあんまり変わってないし、文化の違いも今のところ大丈夫だし、食文化に関しても、結構日本のね、ものが入ってきているので、全く問題ない。といったような感じです。今日は台本とか作らずに、わーっと思いついたことを話しましたけど、どうでしたでしょうか。もしね、これの方が良かったら、こうしようかなとも思います。日本人の自然な会話っぽく、聞くことができたんじゃないかなと思うので、もし面白いなと思ったりしていただけたらコメントとかしてもらえると嬉しいです。こんなテーマで話が聞きたいよとかっていうのがあれば教えてもらいたいですし、次はもう一つ他のテーマでインドネシアの生活の振り返りをしていこうと思います。インスタグラムとかパトレオンとかでも日本語を教えています。あと、この YouTube のチャンネルでも文法の説明をしたり、言葉の説明をしたりしているので、もしよかったら見たり、チャンネル登録したり、コメントしたり、メッセージを送ってくれたりしてくれると嬉しいです。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。